敷地面積2617坪、小建坪1819坪の南町奉行所は江戸数寄屋橋御門内にあった。この頃南町奉行の座についていたのは後の世に名奉行と謳われた大岡越前守忠相である。お奉行のご裁可を頂戴したい。岡村さん、見つかりません。しょうがない、もう探すぞ。お奉行様、お奉行、お奉行様、笹倉様、いたか。いや、どこにもおいでになりません。どこにもおらん。また奉行所こっそり抜け出して町場でこれなんじゃないですか。目を通していただかねばならぬ書類が山積みだというのに。行くな。お奉行はどこへ行かれたんだ。いらっしゃらないんですか。いないから聞いてるんだ。ぼさっとしないでさっさとお奉行を探してこい。わかりました。忠相の私邸は南町奉行所の敷地内にあり、一本の長い廊下でつながっていた。知りませんか。香織さん。香織さん、お奉行の行き先。お奉行、こちらにいらっしゃったんですか。もう大きな声を出すな。頭に響く。ゆうべの酒がまだ抜けきらんのだ。また二日酔いですか。香織にな、濃いめの茶を頼むと言ってくれ。香織さん、お出かけになってるみたいです。え出かけた？え。お茶は私がお入れします。香織のやつ、どこへ行きやがったんだ。お、よへ。香織のやつ。はは、知ってるな。とぼけてもダメだぞ。香織さん。父とはどういう関係なんですか。時々お酒を飲みにお見えになります。それだけですか。ええ。本当に。他に何があると。お酒を飲むお店は他にいくらでもあるのに、父はどうしてあなたのところへばかり足を運んでいるのか、それが知りたくてここへ来ました。お嬢様はそれがお気に召さないんですか。別にそういうわけじゃ。ただですから、父とあなたがどういう関係なのか。大変だ、人が死んでるぞ。おい、あんた。おい、おい、じゃ、おい、おい。もう大丈夫だ。名は何というんだ。私
私の名はどうしたのだ。思い出せません。思い出せない。自分がどこの誰なのか、どうしてここにいるのか、何も思い出せないんです。おい、伊沢！おっかさん！間違いない！おすみだよ！おすみ！おすみ！おすみ！心配したんだよ。あれっきり音沙汰がないからどうしたのかと思って。けど無事でよかった。俺だよ、新吉だよ。一体何があったって言うんだよ。おすみという名だったのか。猿若町で汁粉屋を営むお政の店に半年前から通い奉公していた女で、おすみを気に入ったお政はいずれはせがれの新吉の嫁にと考えていたらしいのですが。おすみはまだ何も思い出さないのか。はい。ですが何はともあれ身元が分かって一安心です。お奉行、例の女の身内だという者が現れました。その件でしたら私が今お奉行に。汁粉屋とは別口だ。別口？はい、それも一口ではなく二口なのです。どういうことだ。二人の男があの女は自分の連れ合いに間違いないと申し立ててきたのです。何ですって。一人は稲荷町の飛脚喜助、もう一人は相生町の長屋に住む浪人田島隼人。喜助は女房を君だと申し立て、田島隼人の方は妻お園にそう言いないと。こんな奇妙な話は聞いたことがございません。お奉行、いかがいたしましょう。このまま放置しておくわけにはいかん。知らせで国脈をつけるしかあるまい。3日後、女の素性をめぐる知らせが南町奉行所において開かれた。南町奉行大岡越前の神様、ご出ぞ！一同の者、面を上げよ。まず浅草稲荷町飛脚喜助、その方この者は女房お君だと申し立てているとのことだが。ええ、女房のお君に間違いございません。お君とはいつ所帯を持ったのだ。半年ほど前です。雷門近くの一膳飯屋で働いてたお君においらが一目惚れして一緒に暮らすようになりました。こいつがあれは100人力よ。じゃあ行ってくるぜ。お君のこしらえる弁当はおいらの自慢でした。この月末には親戚や仕事仲間に集まってもらって正式な祝言を挙げることになってたんです。喜助のこと何か覚えているか。何も。お君頼むから思い出してくれよ。おいらたちは夫婦だったんだぜ。それを亭主の顔を忘れちまったなんてあんまりじゃねえかよ。伊州浪人田島隼人、
その方もまたこの者を西条お園に相違ないと申し立てているようだが、拙者の妻お園に相違ござらぬ。この者とはいつから夫婦であったのだ？半年前、町場で偶然出会わしたのが縁でござる。見せてみなさい。早めに手当てをしなければ厄介なことになる。お園は独り身の拙者のもとに時々夕げの支度をしに通ってくるようになり、そのまま一緒に暮らすようになったのでござる。田島隼人のこと、何か覚えていることはないか？たとえ記憶を失っていようとも拙者の妻であることに変わりはござらぬ。連れ戻して拙者が介護いたしますゆえ、お園お引き渡し願いたい。待ってくださいな。おすみは全く男っ気のない娘なんです。だからせがれの新吉の嫁にと。それを女房だなんて、そちらのお二人は人違いをなさってらっしゃるんですよ。おすみは私の嫁になる女です。どうか私たち親子にお引き渡しください。お願いします。へっ、冗談じゃねえや。人の女房を嫁にするなんてそんなべらぼうな話があるもんかい。おきみはな、おいらの女房で。べらぼうな話はそっちの方だ。人違いに決まってるじゃないか。控えよ。この者はどうやら命を狙われたようだ。肩口は刃物で切られ、川へ突き落とされた疑いが濃いのだが、お政、新吉、何か心当たりはあるか？喜助、その方はどうだ？心当たりなんてあるわけが。お主はどうだ？無論ござらぬ。さようか。ならばなおのこと、記憶の戻らぬままこの者をその方らのいずれへも引き渡すわけにはいくまい。ですがお奉行様、本日の知らせはこれまで。どうぞ召し上がれ。すいません。助けていただいたお方がお奉行様だったなんて。父上はよくここを抜け出してうろうろと町を出歩いているの。だからたまには人助けぐらいしないと。お政親子と喜助、田島隼人の申し立てに嘘はなく、吟味方の連中の話だと周りの人間から聞き出した3人の人相年格好がどれもあの女にそっくりだと。バカな。おすみもおきみもお園も同じ女？そんなおかしな話が世の中にあるわけがないだろう。私もそう思います。こんなものでは南町奉行所の威信に関わる。もう一度調べ直すように伝えろ。かしこまりました。最近どうも手抜きが多すぎる。全く困ったものです。同じ女なのかもしれん。は？おすみとおきみ、そしてお園、一人の女かもしれぬと申したのだ。ご冗談を。一人の女が汁小屋に通い奉公をしながら二人の男と別々に暮らすなど、そんな離れ技ができるはずはございません。お待ちどうさまでした。美味しいですよ。召し上がってください。おすみは朝から店を閉める日暮れ前の7つ半まで通ってきていたようです。喜助は月のうち半分以上地方へ出かけていて、女房のおきみは一人でいることが多かったみたいです。
田島隼人も用心棒として蔵前の両替商に泊まり込んでいて、時々しか家には帰っていません。だからお園が田島隼人の留守の間に汁小屋に通い奉公をしながら、一方喜助の女房として暮らしていることに誰も気がつかなかったのだ。やはり3人ともあの女なのですね。おそらくな。しかしどうしてなんでしょう。あの女はなぜわざわざそんな手の込んだことを。与平さん、あの女の人の姿が見えないんだけど。お奉行様と。お父上と一緒に出かけたの？命を狙われてるかもしれない人を外へ連れ出すなんて、何を考えてるのお父上は。お前が大川端に打ち上げられた前の晩、この近くで女の悲鳴を聞いた者がいるそうだ。悲鳴を？あの晩はかなりの雨足だった。ここから落ちればあの大川端に流れ着いても不思議はあるまい。その悲鳴は私が？命を狙われた証拠だ。どうして私が命を？私は一体誰なんですか？おすみという女ですか？おきみですか？それともおそのという女なんですか？お前の記憶が戻らぬ限り俺にもわからん。でも私は何も、いくら思い出そうとしても何も思い出せないんです。焦ることはない。今は思い出せなくてもいずれ記憶を取り戻せる時が来るかもしれん。それまでこのおりんの店で働いてみるか。お帰りなさいませ。どうしたよ平、具合でも悪いのか。香織、何を怒ってるんだ。怒るのは当然です。あの人をどこへ連れ出したんですか？知り合いに預けた。知り合いって？知り合いは知り合いだ。お父上、もしかして知り合いってあのおりんさんとかいう人なんじゃ？やはりそうなんですね。命を狙われてるかもしれない人を赤の他人に預けるなんて。おりんなら安心して預けられる。あの人の面倒は私が見るつもりだったのに、私には任せられないということですか？そうじゃないよ。ここに閉じこもっているより外へ出て人に接する機会を増やした方が記憶を取り戻すのにも役に立つ。さくらの散歩にだって誘うつもりだったし、買い物にも一緒に行こうと思っていたのです。要するに娘の私じゃ頼りないからあのおりんさんに預けたってことよね。わかりました。お好きにどうぞ。香織さん、お奉行はどちらですか？知るもんですか。おい大輔、どうかしたんですか？気にするな。お待たせしました。出ました。お酒も一本。はい。大きい方ね。お酒をもう一本。もしかしてあの人以前酌婦をしていたのかもしれませんね。酌婦？はい。初めはぎこちなかったんですけど、すぐに慣れたみたいだし、なんだかそんな気が。一本つけてもらおうか。いらっしゃい。つまみは適当に見繕ってくんな。すぐお持ちします。お待たせしました。おお、ついてこんね。おお、新顔だね。年はいくつだ？またかみさんにどやされますよ。お待ちどうさま。どうぞ。酌はあっちの女にしてもらいてえな。
まあ座りなよ。おめえさんも一杯どうだい？いえ、私は。遠慮はいらねえよ。さあ。まるで初めて酒を飲むような顔だが、そういうのに限って実は底なしの上ばみだったりするんで。おめえもその口じゃねえのかい？さっきあの店にいた。俺に何か用かい？あの店の女を以前から知っているようだな。だったらどうだってんで。どういう知り合いか聞かせてもらいたい。赤の他人に教える義理はねえな。あの女は記憶をなくしてるんだ。お前さんが話してくれたら記憶を取り戻す手がかりになる。おめえさん一体何者なんだい？俺かい？無役の御家人ってやつだよ。だったら悪いことは言わねえ。あの女に関わるのはやめときな。ろくなことにはなりませんぜ。さっきの人が私のことを知っている。あの男の顔覚えていないのね。思い出せません、何も。私、本当に何も思い出せないんです。もしこちらのお奉行所の旦那でございますね。年番方同心の岡村源八郎だが、お前は？ええ、駿府のご城下でこいつをお預かりしてる五郎蔵で。金目鯛の煮付けか。朝から豪勢だな。昨夜のおかずです。あ、夕べのか。お帰りが遅くてお召し上がりになりませんでしたから。まあいつものことですけど。そう怒るなよ。別に。な、香織。お奉行、笹倉様があの女を召し取るという命を下されました。召し取る？どうして私を？奉行所へ来れば分かる。待ってください。この人が何をしたって言うんですか？待ってくださいな。あの地下はな、駿府で亭主を刺し殺して行方をくらました女なんだよ。駿府城下で爵婦おちかが亭主の猪吉を刺したのは半年前のことだった。私がその猪吉って人を殺した？猪吉はお前の亭主だ。私の亭主？その亭主をおめえは出刃包丁で刺し殺したんだよ。でも私何も覚えてないんです。覚えていようがいまいがおちか、おめえは人殺しだ。亭主殺しの大罪人なんだよ。亭主殺しの大罪人を取り逃がすことになっては一大事と考え、私の独断で捕獲の命令を出しました。おちかが3人の女の名を語っていたのは追ってから目をくらますためだったに違いありません。潜伏先が1箇所だけではいざという時に逃げ場がなくなるが、3箇所あればいつでも姿を隠せる。考えたものだ。悪知恵の働く女だということです。おちかの身柄は駿府へ移すのですね。五郎蔵が熱いんでも連れ戻したいと言っている。その件につきお奉行のご裁可を。お奉行。おちかは事実を認めたのか？
相変わらず覚えていない、何も思い出せないの一点張りのようです。ですがこうして手配書きも回っていることですし、疑う余地は。いかに手配書きが回っていようとも何一つ思い出せぬままでは駿府へ戻すことはおろか召し取ることも許されぬ。お奉行、己の亭主殺しをはっきり思い出すまであの女に手を出してはならん。直ちに解き放て。亭主殺しの下手人をお解き放ちにするなんて、こちらのお奉行様は一体どういうおつもりなんですか？何を考えてるかさっぱりわからんから、こっちは年中苦労しているんだ。覚えていようがいまいがうちか、おめえは人殺しだ。亭主殺しの大罪人なんだよ。大丈夫？南町の知り合いから小耳に挟んだんだが、あの女駿府で亭主を手にかけたとか。その通りさ。ところが南町のお奉行様のご命令でこっちは手出しができねえと来てやがる。だったら奉行所に任せておけばいい。そうはいかねえ。あの女は俺がこの手で必ずしょっぴいてやる。十手持ちの意地ってやつか。それとも他に何か訳でもあるのかな。なんだと？あの女南町の手の内にあって早晩お縄になると聞いている。それまで待てないわけがお前さんにはあるのかと思ってな。そんなもんありゃしねえよ。池田、お奉行は役宅で何をしておられるのだ？香織さんの話では昨べから徹夜で資料に目を通しておられるみたいなんです。何の資料に目を？例の駿府の一件ではないかと。下手人はあのお力とはっきりしてるではないか。今さら何のためにそんなことを。やっとお出ましでございます。目を通していただけねばならぬ案件が山積みになっておりますので、しらすの準備をしてくれ。は直ちにお力を召し取り、亭主殺しの一件につき吟味をいたす。南町奉行大岡
は越前の神様ご出動。一同の者、表を上げよう。おちか、その方、半年前駿府城下において亭主猪吉を殺害したることしかと思い出したか。いいえ、何も思い出せません。やはり何も覚えておらぬと申すのか。ええ、何一つ。たとえそうだとしても、その方が猪吉を手にかけたことは紛れもない事実だ。そう言われましても、私はまるで覚えていないんですから。思い出せぬのならば、その方がいかに性悪女であったか、奉行の口から聞かせてやろう。いつものお奉行となんだか違いますね。町奉行たるお方はかくあるべし。やっとお気づきになられたようだな。その方、二夜を誓った亭主猪吉を情け容赦なく手にかけたばかりか、この江戸へ逃げ込み別人になりすました。しかも三人の女にだ。お政新吉親子、喜助、田島隼人の4人をまんまと騙し、三人の女になりすますことで亭主殺しの咎を逃れようとしたのだ。まさに悪鬼のごとき所業、前代未聞の性悪女だ。何も思い出せず、何も覚えておらぬという言い逃れはもはや通用せぬ。先般、奉行所の役人が駆けつけた折逃げ出したとのこと。つまりその方の記憶がすでに戻っているからだ。おちか、この4人のことも半年前の駿府での出来事も今のその方ははっきりと思い出しているはずだ。その方ら4人はこの性悪女に利用されていただけなのだ。お奉行様、私たち親子が知ってるお墨はお奉行様がおっしゃるようなそんな性悪女ではありません。短い間だったけどお墨が来てくれて、私も新吉もどんなに楽しかったか。どうだい？ちょっと甘みが足りないかも。もうしょうがないね、まったく。いつまでたっても半人前のままじゃお墨に嫁に来てくれない。もうおかみさんてら。おすみ、お奉行様がおっしゃることは間違いだろう。俺には信じられない。お奉行様、お君はおいらにとっちゃもったいねえぐらいいい女房でした。そんな人殺しなんて大それたことできるはずはねえんです。よかった、少し熱下がったみたい。すまねえな。もう水臭いこと言わないの。おめえがいてくれたからおいら仕事も頑張れたんだ。おめえのこしらえる弁当はほんとうまかったぜ。拙者は妻を、お園を今も信じています。あまり根を詰めると体に毒だぞ。平気です。私も少しは暮らしの足しになるようなことをしないと申し訳ないもん。利用されていたなどとは思っていない。おいらだって騙されてたなんてこれっぽっちも。お奉行様、これは何かの間違いじゃないんですか？私たちにはどうしても信じられませんよ。この子は本当に心がきれいな優しい子なんです。おちか、今もその方を信じようとする4人の善良な心根を目の当たりにしてもなお何も覚えておらぬと言い張るつもりか。皆さん
殺しました。ほら、てめえ何サボってんだよ、これ。客取れよ。なんだよ、そのつもりだよ。あの生き地獄から抜け出すにはそうするしか、猪吉を殺すしかなかったんです。あいつを殺すしか。江戸へ逃げてきて、私はこの人たちを騙したんです。それなのにみんな優しくしてくれた。こんな女なのに4人とも真心で接してくれたんです。私は生まれて初めて幸せというものを味わいました。お墨でいる時もおきみでいる時もお園でいる時も。でもそんな時五郎蔵親分に見つかってしまったんです。あの大川端に流れ着き、気がついた時には記憶がなくなっていました。名前も自分がどこの誰なのかも。だが五郎蔵と再び出会ったことで全てを思い出したのだな。私は自分が助かるためにこの人たちを騙したんです。なのにこの人たちは今でも私のことを信じてくれているなんて。何をしらしらしい、この性悪女が。控え。さて五郎蔵、お近を見つけた折、なぜ実手ではなく合口を使ったのだ。途中で実手を落としたもんで仕方なく合口を。お近が死ねば全て思惑通りにけりがつくと考え合口を使ったのであろう。おっしゃっている意味が分かりかねますが、死んだ猪吉はかつてその方の下っ引きをしていたようだが。へえ、随分と前の話ですが。下っ引きならばその方の悪行の数々当然見知っていたであろうな。悪行ですって。実手の意向を重に駿府城下の商家や花町に賄を強要し、多額の金子と引き換えに咎人を見逃しにしてきたその方の悪行だ。だからこそ猪吉の死はその方にとって好都合だったのだ。いくらお奉行様でもそんな見当違いな言いがかりは慎んでもらいてえや。猪吉を刺し殺したのはこの女なんですぜ。確かに猪吉を刺したのはお近だ。だがこの調べ書きによれば猪吉の直接の死因は刺し傷ではなく溺死だとある。猪吉殺害の場に居合わせたのはお近のほかにその方しかおらぬ。これぞその方が猪吉の息の根を止めた動かぬ証拠だ。
殿、その身柄即刻駿府に送り返し、当該奉行所の裁きに任せる。極刑は免れまい。引き立て。その方ら4人にはこの越前から詫びねばならん。差し紙を送り白洲に呼び立ててすまなかった。おちかに真実を語らせることができるのはこの半年共に過ごしたその方らしかおらぬと思ってな。お奉行様、お願いします。おすみを助けてやってください。殺したのはさっきの男なんですよね。おすみがこの世からいなくなったら俺は生きていけねえ。拙者からもお願いいたします。おちか、耐え難い生き地獄から救ってくれたこの者たちの優しい心根に応えるためにも身をもって罪を償わねばならぬぞ。どのようなお裁きも覚悟しております。裁きを申し渡す。おちか、その方に江戸十里四方所払いを命ずる。お奉行様。今日限りにお墨、おきみ、お園、そしておちかの名と過去を捨て、5つ目の名と顔をまことの己として心新たに旅立つのだ。本日はこれまで。あの人の5つ目の名前ご存知なんですか？いや、お奉行様も知らないんですか？俺が知っていては過去を捨てることにはならん。小さな体に宇宙の風を受けて眩しい光の中へ、大きな愛に出会うために奇跡のこの星に生まれたあなた、結んだ手のひらに明日をつかみ、香織、力で泣くのはなぜ、風吹く大地。何をしておいでなのですか、お父上。いや、何やって散策だよ。今日は天気がいいからな。でしたらさくらのお散歩をお願いします。さくらの散歩？よし、分かった。はい、はい、行こう。行くぞ。はい、さくら。はい、行こう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 。風に向かって翼広げて燃える心のままに明日を越えてゆけばいい、燃える心のままに明日を越えてゆけばいい。
春の夜、一人の男が吹き抜ける風とともに消えた。かきりかな竹は七寸五分じゃ長いは袖のかなかいじゃ窓の三沢ででれこでん晴れの三沢もででれこでんお空っぽじゃいいおかみさんもう一杯はいただいま。いい喉だねとっつぁん。どこの歌だい？こりゃあお武家様お耳障りだったら申し訳ございません。越中の小切拳にございます。おお、越中の小切拳か。よかったら一緒どうだい？よろしいんですか旦那。酒を楽しむのに旦那もヘチマもあるもんかい。さ恐れ入りますじゃあっしは源助と申します。源助か。人足仕事をいたしております。お待ちどうさま。源助は越中の出か。15の年に出稼ぎに来ておりましてね、そのまま江戸に着いてもう40年になりますか。いろいろなことがございましたが、大した病にもかかわらずこうやって無事にやってまいりました。そら何よりだ。でもそいつもそろそろ終わりなんですよ。終わり？何もかもきれいに片付けて越中に帰ることにしましてねそう思ったらつい小切拳を懐かしく思い出したか。どれもいいわね全部いただいちゃおうかしら。ありがとうございます。しょうがないわねもう。いつもありがとうございます。また大して袖も通さない着物を作るのかい。余計なことお言いでないよ。ところでおっかさんどうしたんだい？働き者の旦那は。それがさ平吉珍しく夕べから帰ってこないんだよ。へえ。ま妙な道楽でも始めたらさっさと追い出すんだな。言われるまでもないよ。大変です。おなぎさん、若旦那、大変でございます。番頭さんどうしたんです？血相変えて。旦那様がかどわかされました。かどわかされた？役人に知らせたり世間に漏らすと義兵の命はないか。その脅し文と一緒に旦那様が大事にしているこのタバコ入れがございました。おそらく身代金狙いのかどわかし、必ずまた脅し文が来ますよ。岡村、急ぎ密かに手配りいたせ。はあ、日本橋の扇屋の主がかどわかされたのか。玉泉堂の義兵さんと申す方だそうです。義兵か。それで大輔が出張ったのか。はい、それはもう張り切って。香織、かどわかしはな、下手人の捕獲よりも無事に助け出すのが最優先。同心たちが手柄を焦らぬよう大輔は出張ったのであろう。
いらっしゃいませ。お侍様。どうぞ。大奉行、かどわかされた義兵衛の女房のおこうとせがれの平吉です。この度は主義兵がご迷惑をおかけいたし申し訳ございません。いやいや、その方らも心配であろうな。恐れ入りましてございます。大輔、その後下手人から脅し文は来たのか。未だ来ないか。張り込みは万全です。脅し文を届けに来るなら後をつけて必ず下手人にお縄をかけてやります。岡村、まずは無事に助け出すのが第一。焦るな。は。ところでお内儀、義兵衛をかどわかした者に心当たりはないか。ございません。平吉と言ったな。その方はどうだ。はい、俺もいえ私も心当たりはありません。お奉行、義兵衛は商い一筋の真面目な男。人に恨まれているようなことはなかったそうです。そうか。お役人様。どうした。あそこに旦那様のセンスが。投げ込んだやつがまだ近くにいるかもしれん。義兵衛を無事に返してもらいたければ、明日馬の国9つ、お先に300両を持たせ、富岡八幡宮境内によこせ。明日馬の国、富岡八幡宮境内。このお先ってのは。私です。おう、そなたか。はい。300両だなんて。母さん、冗談じゃない。300両なんか出せませんよ。だがお内儀、300両を渡さなければ義兵衛の命はないぞ。ではございますが、とにかく300両用意いたせ。はい。母さん、川平。はい。前たち店戻って。300両なんてどうやって工面したらいいんだ。女房とせがれは義兵衛を助けたくないのか。おこうはこの玉泉堂の一人娘でして、義兵衛は入り婿なのでございます。入り婿。お奉行様、なんだお咲。お願いします。旦那様を助けてあげてください。お咲は旦那様を助けたいか。はい。旦那様は私たち奉公人に商いはもちろん、読み書きそろばんを教えてくれる優しい立派な方です。どうかお助けください。分かったお咲。旦那様はきっと助ける。心配するな。おお、源助ではないか。おお、これはなんだ。ご機嫌だな、とっつぁん。旦那、一杯入れましょう。ねえ旦那、一杯。旦那、お武家様ってのはどうしてすぐに腹切れなんておっしゃるんでしょうね。それは穏やかじゃないな。そうですよね。腹を切れと言われたのはとっつぁんの知り合いなのか。いい。それが昔
あっしの命を助けてくれたお方の息子さんでしてね、お気の毒に。命の恩人の息子。ええ。どんな出退をしでかしたのだ。お仕えしている旗本のお殿様の大切な刀をなくされましてね。10日の間に探し出すか、刀代300両弁済するか、さもなければ切腹しろか。風の噂でそれを聞いた時、あっしは驚きました。なんとかして差し上げたいと思いました。ですがね。おっつぁん、その旗本、名は何というのだ。旗本3000石の酒井立脇様でございます。酒井立脇で、命の恩人の息子の名は篠原一馬様。よし、俺にも旗本の知り合いがいる。だな。できるだけのことをしてみよう。ありがとうございます。一馬様は私の恩人の息子、何としてでもお助けしたい。それが老い先短い足のたった一つの望み、最後の願いでございます。最後の願い。お奉行様、源助さんが気になりますか。おりんも気になるようだな。バカなまねをよせ。金目当ての辻斬りか。訳を聞かせてもらう。訳？ことと次第によっては役人に引き渡したりはしない。私は殿の大切な刀を研ぎに出すように命じられ、研ぎ師のもとへ届けに行ったのです。ですが途中喧嘩騒ぎに巻き込まれて、その刀をなくしてしまったか。はい。殿は激しくお怒りになられ、うつけ者！刀を探し出せる時には300両の弁済をしろ。それがかなわぬなら切れ！腹を切って詫びるがいい。私にできることは辻斬りでもして金を集めるしかなかった。そうするしかなかったんです。ゆうべの旦那、
こには来ないのかな。さあどうでしょう。旦那がどうかしましたか。いや、お侍なのに選ぶらないでいい旦那ですね。そうですね。ご浪人さんかい？源助さん、旦那に何か用があるんですか。ええ、ちょいと手伝ってもらいたいことがありましてね。あ、そうですか。今夜はお見えにならねえかな。源助さん。おお。私でよけりゃお手伝いしましょうか。かみさんが？ええ、私も源助さんと同じ。今までいろいろありましてね。おかみさん、下手すりゃ手が後ろにもあるかもしれませんよ。その時はその時、いいじゃありませんか。お疲れ様にございます。おいおい、これどういう風の吹き回しだ。玉泉堂のご主人いかがなりました。そうきたか。気になるか。気になりますとも、家族の方々はさぞ心配なさっているでしょうに。香織、もし俺がかどわかされて急に消えたらお前どうする？何ですかいきなり。いや、例えばの話だ。お父上は昼間はお仕事、夜はうろうろ。急に消えても私には何の変わりもありません。こいつは手厳しいな。お父上。あ、星が綺麗だ。お腹空いたのかお前。おはよう。陽平。ちょいと使いに行ってもらいたい。ありがとうございました。いくら様。お咲、300両だ。はい。その300両で旦那様が戻れば結構な話ですよ。ねえ平吉。お内儀。これは池田様。その300両見せてもらおう。いえ、それは。かえ、風呂敷を開けろ。はい。やめろ。邪魔立てするな。下手な小細工は命取りだぞ。ひどい。呆れ果てたケチだね。お奉行様が睨んだ通り。それでは行ってまいります。
榊！要橋に行けと命じた女に心当たりはないのか？はい、知らない人です。そして橋の真ん中に立てと言われたんだな。はい。岡村、その女どうした？すぐに配下の者が追ったのですが。逃げられたか？でその荷船は？見失いました。まさか。申し訳ございません。ただいま戻りました。おお、どうだ池田、芸は戻ったか？それがいまだに戻らぬか。はい。それで引き続き同心たちを張り込ませておきました。お前、身代金まで奪われておえ、義兵まで戻らぬとは何たる失態！旦那様。もういや、お奉行はいかがいたした？それがまんまと出し抜かれたと申すのに、全くどこで何をしているのやら！ご貴殿、刀の代金返せたのか？はい。先ほど死んだ父に恩義があると申す方が訪れて、殿に300両耳を揃えて返してくれたそうです。そうか、それはよかったな。で、どこへ？ご先祖様や父には申し訳ありませんが、ご奉公もこれまでとおいとまを頂戴いたしました。そして生まれ変わって生きるか？はい。でも300両出してくれた方を探し出し礼をしてからですが。それが何より、そうすればお父上も許してくれるだろう。お、これは大岡殿。不意の訪問お許しくだされ。いやいや、して何用ですかな？酒井殿、聞くところによると過日ご家来が酒井家に伝わる名刀を失われたとか。事の扱いを間違えれば災いは主に及ぶもの。大岡殿、篠原一馬が何かいたしましたか？酒井殿、追い詰められた家来が金欲しさに辻斬り強盗などを働けば、家中取締不行き届きで貴殿は切腹、お家は断絶。酒井殿、失態を犯した家来ほど大切にすべき。さすればお家の大事にも命を懸けてくれるは必定。ありがとうございました。ごちそうさま。いらっしゃい。一杯もらおうか。うまい。それはようございました。やはり源助だったな。はい、お奉行様の睨み通り。久しぶりのお役人との鬼ごっこ楽しませていただきました。お奉行様、いろいろ調べているうちについ本気になってしまいましてね。源助の願い叶えてやりたくなったが。はい。お凛、
源助はな。さんさもででれこでん計算。おお、これはなんだ。おお、父さん。さあちょっとごめんなさい。おかみさん。おかげで助かりました。お礼を申します。熱いの一つ。はい、ただいま。上機嫌だな、父さん。そりゃあもう。どうも。お待たせしました。さあ、どうぞ。お待たせ。それじゃあ旦那、おかみさん、いただきます。よほど嬉しいことがあったようだな。はい、願いが叶ったのでございます。篠原一馬を助けることができたのか。はい。どうやってだ。はい、旦那、申し訳ございませんが、そいつは内緒言わぬが花というやつでございますよ。言わぬが花か。今夜は江戸で最後の夜、お会いできてよかった。よかったらお一つどうぞ。いい。明日越中に立つか。言わぬが花の300両を残してな。源助、堺立分に弁済した300両を玉泉堂主義兵をかどわかして脅し取った身代金だな。私が何も言わなくても旦那は全てお見通しなんですよ。旦那、江戸で暮らした40年の何もかも捨て黙って一中に帰るか。それでいいのか。旦那、あなた様って本当にそれでいいのか。お、香織。お帰りなさいませ。ちょうど母上に父上の無事をお祈りしていたところです。遊んで遅くなったわけではないぞ。玉泉堂のご主人の件ですか？うん。ご主人無事に見つかったんですか？池田、本日白洲を開くはまことか。はい。お奉行が門若しの下手人として源助なる人足を捕らえたのは聞いたが、門若された義兵の消息いまだ知れず、源助に仲間がいれば義兵の命を危険にさらすだけだぞ。ですがお奉行が。黙れ！勝手なことばかりし。いかがいたします？いかがも何もお奉行が決めたことだ。白洲は開くしかあるまい。もう義兵がどうなってもわしは知らんぞ。大輔、皆揃っているな。はお奉行、肝心な義兵の消息分からぬままでよろしいのですか？笹倉、案ずるな。
南町奉行大岡越前の神様ご出動。一同の者表を上げよ。ただいまより日本橋玉泉堂主義兵門若氏の吟味を始める。さて浪人篠原一馬。はは。その方主君の刀を失って切腹を命じられるところ、亡き父親に恩義のある商人が刀の代金300両弁済してくれ、その命救われたのだな。さようにございます。ありがたい話だな。はい。お奉行様。なんだおこう。こちらの浪人さんのお話と主義兵の門若氏と何か関わりがあるんでしょうか。無論ある。ある。さよう。関わりがあるから門若氏が起こり、そして解決できたのだ。解決できた。ではお奉行様、下手人がお縄になったのなら身代金の300両返していただけるのでしょうか。亭主義兵の身より300両の心配か。いいえ、決してそのようなつもりじゃ。それよりおこう。篠原安之進と申す武士に心当たりはないかな。篠原安之進様。覚えておらぬか。いえ、でも篠原安之進様なら確か昔の知り合いだと。思い出したか。はい。まあちょいとしたことで知り合いになり、以来亭主の義兵に。義兵にいかがいたした。はい、時々お金の無心をしていたような。嘘だ。父上はそのような真似はいたさぬ。控えい一馬。番頭貨幣。はい。玉泉堂の商いと寝台よく存じておろう。もちろんにございます。先代の時と義兵の代では違いはあるかな。はい。義兵様の代になってから玉泉堂の商いは広がり、寝台は3倍に増えましてございます。せがれ平吉。はい。そのような義理の父親義兵のことをいかが思っている。はあ、入り婿ならそれが当然役目だと存じます。なるほど。では女中お咲。はい。その方ら奉公人にとって義兵はどのような主かな。それはもう何でも教えてくださるお優しいお方にございます。お奉行様。なんだおこう。お尋ねの件、主義兵の門若氏と何の関わりがあるのでしょうか。おこう。門若氏の一件には今の義兵のありようが深く関わっているのだ。義兵のありよう。さよう。信じられぬのなら義兵門若氏の真相、門若された本人から直に聞いてみようではないか。義兵に。これに。は義兵どうなってんだ池田。さあ。旦那様。人
源助こと玉泉堂主義兵。はい。源助を義兵ならば義兵をかどわかしたのは本人。その方己をかどわかしたとし、自らの店から身代金300両を脅し取ったな。恐れ入りましてございます。なんてことしたんですよお前さん。お奉行様、捕らえてください。義兵を捕らえて300両取り戻してください。控え。して義兵、何故の狂言だ。命の恩人篠原安之進様のご子息一馬様の窮地をお助けいたし、ご恩返しをしたい一年にございます。篠原安之進に受けた恩とはどのようなものだ。あれは私がお公の婿になり、先代の跡目を継いで義兵と名乗った頃でございました。夜桜見物に行き。どうだ平吉、綺麗だろ。乗れこれ者。お許しよ。幼い子供のしたこと許しちゃったらどうだ。そのお侍様が篠原安之進様でございました。篠原様は見ず知らずの私たちのため手傷を負いながらも必死に戦ってくださいました。ありがとうございました。ありがとうございます。手前とおこう、そして平吉は篠原様に命を救われたのでございます。篠原安之進様は命の恩人なのでございます。一馬様はその篠原様の一人息子。何としてでもご恩返しがしたかったのでございます。聞いての通りだおこう。このかどわかしを引き起こしたのは義兵自身であるが、もしその方が義兵の望み通り300両用立てていれば起こらなかった事件、その方とせがれ平吉にも責めがあるとは思わぬか。それはおこう、篠原安之進はその方と平吉を命がけで助けてくれた恩人。恩を忘れるは人にあらず。違うか。はい。私が悪うございました。お許しくださいませ。ならばおこう、源助が脅し取ったとされる身代金300両、義兵が己の金を持ち出したまでのことと認めるな。堪忍してください、お前様。おこう、お奉行、この度の一件すべて私の失態から起きた出来事。義兵殿はそのことを陰ながら知って憐れみ、父への恩返しをしてくれたまで。悪いのはすべて私にございます。篠原一馬、義兵の苦労と恩、生涯忘れるではない。はい。義兵殿、迷惑をかけた。この通り礼を申し上げます。一馬様、私は篠原様にお受けしたご恩、ようやく
お返ししたまでにございます。では裁きを申し渡す。こたびの門沸かしの一件、被害を受けた者も下手人もいない。玉泉堂主義兵のご恩返し。よってすべては夢であったと心得い。夢？だがな義兵、騒ぎを起こした罪は罪。きっと叱りおくぞ。恐れ入ります。おいとった願いが叶ってよかったな。ありがとうございます。皆の者、何もかもうまい酒に酔いしれてみた夢でよいではないか。小さな体に宇宙の風を受けて眩しい光の中へ、大きな愛に出会うために奇跡のこの星に生まれたあなた、結んだ手のひらに明日をつかみ、ありったけの力で泣くのはなぜ、風吹く大地の土を踏んで焦がれる夢の中走ってお行き、どんな時にも弾む心で風に向かって翼広げて、燃える心のままに明日を越えてゆけばいい、燃える心のままに明日を越えてゆけばいい。頂戴いたします。娘がお世話になりながらなかなかご挨拶にも伺えず、誠に失礼をいたしました。大岡様はお忙しいお身の上、お気遣いはご無用でございます。恐れ入ります。しかしこのようなおてんば者が茶の湯を習いたいなどと粗相ばかりしているのではないかともヒヤヒヤしております。素直ないいお茶をお立てになります。
私は好きですよ。あら、それって褒めていただいてるのかしら。これいいものですね。親子はこうして仲睦まじく羨ましいような気がいたします。お父上ったらいつになくかしこまって。いや何、師匠殿があまりに素敵な方だったでしょ。お若い頃はさぞかしお綺麗だったでしょうね。いやというよりどことなく似ておられるのだ。聖火の母に。おばあ様に。厳しいお人だった。思い出したよ。最前のようにそらされてよく叱られていた頃のことを。それでお父上も頭が上がらなかったのですね、おばあ様にだけは。独り身と言っておられたな、師匠殿は。よくは存じませんが、ご結婚されて間もなくご主人を亡くされたとか、お子もなく新たに縁づかれることもなく今日まで。お寂しいことだろうな。それからほどないある晩のこと、弱い60に届こうかという老いた浪人者が何者かに切り殺された。こちらでございます。お改めよ。七之丞殿。亡き夫宮部一右衛門の弟一之丞にございます。その浪人宮部一之丞は茶の湯の師匠宮部初の義理の弟であった。もしや一之丞様は返り討ちに遭われたのでは。とうとう目指す敵を見つけたと伺いました。ほら、初様はご存じなかったんですか。いえ、私は何も。探し求めて幾年月、これでようやく帰参が叶うとお喜びになっていた矢先だというのにの。亡くなられた御仁は初殿の義理の弟ごとか。お悔やみ申し上げます。まあ、わざわざご丁寧に恐れ入りますが。初様、それでは手前はこれで。諏訪屋さんには最後の最後までご面倒をおかけいたしまして。どうかお力落としのないように、何かございましたらいつでも諏訪屋へおいでください。では。
弟子のほかにお身内は？ございません。これで本当の一人っきりになりました。ちなみに初殿のお国元は？諏訪の高島でございます。何故義理の弟ごと二人江戸へ参られた？別にこれといった司祭があるわけでは。あったか。仰せの通り、信州高島藩から仇討ち願いの届けが出ておりました。目指す敵は出奔した高島藩士浦沢源之助。売っては浦沢に夫宮部一右衛門を切られた妻初と一右衛門の弟一之丞。やはり初殿は弟ごと共に敵討ちを志して。お奉行はこたびの一件にはその仇討ちが関わっていると？どうやら先頃仇敵を見つけたらしい。殺された宮部一之丞が。では敵を討たんとして逆に返り討ちされたということも？十分考えられる。すごい執念ですよね。どこにいるかもわからぬ相手を延々と追い続けるなんて。討手にとっては当然のこと。敵を追うためには寝食を忘れ一寸の間を惜しんで臥薪嘗胆の限りを尽くすのだ。見つけずしては武士の大義が立たん。ですが笹倉様、この届けが出されたのは40年も前のことなのですよ。40年？それはさすがにちょっと長いの。一生棒に振るようなものじゃないですか。私だったら途中で諦めるな。ひとたび敵を求めて国元を出たならばその仇を討たぬ限り帰参はできぬ。武士の名誉とお家の存亡がかかっているからだ。さよう、そういうことだ。分かったか？はあ。届けが出ている以上は正式な敵討ち。その返り討ちとあらば咎めがあっても形だけ。浦沢平も別段逃げ隠れはいたしますまい。早速居所を探させましょう。そうたやすく行くかな。どうもありがとうございます。どうも。はい。これは先日の信州味噌か。いい匂いだ。手前味噌という通り、味噌といったらその家々のもので、買ってくださるお方はこの江戸でもまだまだ少のうございます。屋号が諏訪屋。加えて初殿や弟ごと旧知の間柄となるとその方の在所もまた高島なのであろうな。実を申せば手前もかつては禄をはむ身でございました。では武士を捨てて商いを？はい。もとより武士としての裁量もなく、暮らしは石品洗うごとしのありさまで、ならば一層刀をそろばんに持ち帰る道もあろうかと、この諏訪屋の婿養子に。よくぞそこまで思い切ったものだ。命を賭して敵を追う初様と一之丞様とはおよそ武士の志が違いました。武家の出ならば話は早い。40年前二人揃って仇討ちの旅に出たいきさつ聞かせてくれぬか？はい。まこと因果なことでございます。お二人の敵浦沢源之助はかつて初様と思われる間柄でございました。初殿と？やがて初様には縁談が持ち上がり、二親の強い勧めもあって宮部様へ嫁ぐことに。ところが浦沢の方はどうしても諦めきれず、
ある日とうとう宮部様を呼び出して、浦沢、何の用だ。その後すぐ浦沢は出奔。初様と一之丞様は仇討ち免状を受けて浦沢の後を追ったという次第でございます。なるほど。初殿はかつて思いやった相手を敵として追うことに。さよう。昨年の春、一之丞様はふらりとここへ参られて。一之丞は確かに言ったのだな。目指す敵を見つけたと。はい。すぐにも浦沢を討つのだと。それはもう大層な意気込みでして。初殿には伝えるいとまもなかったということか。お座り、お座り。さくら、はい。待て、待つのですよ。もうしばらく我慢を。これ、なんて情けない。もう。香りのしつけは厳しいな。やはり母上よりおばあ様の血筋だが。お父上、お師匠様の弟様を切った下手人はまだ捕まらないのですか。何でも敵に返り討ちされたとか。おう、そんな噂が。お気の毒でなりません。女の身で40年も敵を追ってその挙句、私今まで何も知らなくて。40年か。浦沢源之助の居所が分かったとは誠にございますか。いや、まだしかと確かめておらんが。何故そのような勝手な真似を。またしても我らを出し抜くつもりでございますか。お主らを出し抜いて何になる。笹倉様、負け惜しみにしか聞こえませんよ。まあ笹倉、あとはお主に任す。浦沢源之助だな。それがしに何か。南町奉行所の者だ。信州浪人宮部一之丞惨殺の方により同道願いたい。それがしは。立て。おい、何をなさる。早く行けよ。いつ会われたのです、浦沢源之助に。何をおせられます。
あの男の顔、今まさに40年ぶりに見たとは思えぬご様子。この長屋を知っていたことが何よりの証ではござらぬか。何があったんです、二人の間に。浦沢源之助に極刑を望むなら、今のまま敵討ちのことは黙っておられることです。免状をもって正式な仇討ちと認められれば、たとえどちらが敗れようとも構いなし。討っ手を返り討ちにしたとて罪は免れましょう。では無罪放免？ただしそのためには初殿がお持ちの仇討ち免状を改める必要が。それができないとあれば、二人の争いはただの切り合いということになりましょう。その時はおそらく死罪。死罪？自らの手で浦沢源之助を討つことができぬ今、それが初殿にとっては最良の処罰。違いますかな。だが浦沢源之助の戦意は思わぬ方へと転がっていった。浦沢は頑として一之丞殺しを認めなかったのである。おい、やったのだろう。渋滞。初殿がお持ちの仇討ち免状を改める必要が。あの弱った体でしぶといこと。相手は胸を患っているのだ。少しは手心を加えぬか。弱ったところを叩いてこそ真実が口をついて出るというもの。真実か。浦沢の体に刀傷は？いえ、別にそんなものは。ならばあの血刀をどう解くか。血刀でございますか。その方らも見たであろう。宮部一之丞が手にしていたという血染めの刀を。あれほどの血のりなら切った相手も相当の深手を負っているはず。浦沢にそれらしい傷がないとなれば。では浦沢は下手人ではないと？恐れながらそれについて私すでに真相を見抜いております。聞けばあの者は食うに困って腰の者はとうに売り払ってしまったとか。指しているのは竹光にございました。竹光か。それではやはり返り討ちは無理ということに。いいから黙って聞こえ。お主は一之丞は己自身の刀で切られたと言いたいのか。さすがはお奉行、その通りにございます。二人の浪人はどちらも老齢、足腰が弱ってこの刀を取り落とすようなことがあっても何ら不思議はない。浦沢はこれを拾ってえいやと。では刀の血は一之丞本人のもの？少しばかり強引なのではありませんか？いやいや、なかなかどうして大したものだ。はばかりながらこの私伊達に年番型筆頭与力の要職をお預かりしているわけではございません。誠にお見事。それがし感服つかまつりました。ごめん。お奉行は本当に笹倉様の言う通りだと？悪くない。目の付けどころは悪くないのだ。だが
相すまぬ。病の身に手荒なまねをいたした。今の様子ではお主に一の城は切れそうにない。初殿は自らの手でお主を討つ所存であった。夫を切り40年後の今また弟子を切ったお主を憎んでも憎みきれない仇として。さようでござったか。ではやはりそれがしの話を信じてはもらえなかったということに。40年後の再会を果たした折、お主と初殿の間に何が？今からほんの10日ばかり前のこと。ようやく会えた。そなたに会うため今日まで生きながらえてまいった。このままでは死ぬに死にきれぬと拙者は宮部を殺してはおらぬ。断じて殺してはおらんのだ。死を目前にした今、思いもよらぬ執心がせめて最後に初殿に真実をと。話を聞いた初殿は今さら信じろという方が無理なことだとは分かっておりまする。いつなりと切られる覚悟で長屋の場所を教え申した。話したのか、弟子にもそのことを。だが事実とは受け止めず、一之丞はお主を切ろうとした。しかし一之丞殿はそれがしを訪ねてきてはおりません。まだまだ未熟。あのお方ただのお役人とは思えません。もしや南町奉行大岡越前の神様だ。お師匠様。どうかお父上を信じてくださいませ。お父上を？決して悪いようにはなさらないはずです。私、そういうお父上を信じています。誇りに思っているんです。
南町奉行大岡越前の神様ご出動。一同の者表を上げよ。あなた様。この裁きその方にも見届けてもらいたいのだ。さて信州浪人浦沢源之助。はい。その方は兄の敵と付け狙う宮部一之丞によってついに居場所を突き止められ、名乗りを上げて切りかかられた。されどその方の刀は竹光。一之丞の刀を奪い取り、これを切って捨てた。その後刀は一之丞の手に戻し、直ちにその場を立ち去った。しかしそれがしは即刻死罪を申しつけるべきところだが、初殿、今ここに仇討ち免状はお持ちですかな。はい、今ここに。この免状あるが上は、浦沢源之助が宮部一之丞を切りしは正式な仇討ちにおける返り討ち、すなわち浦沢源之助は無罪放免ということになるのだが、それでは初殿の気持ちが晴れまい。夫を切られて40年、共に艱難辛苦を耐えてきた弟子の命をも奪われたのだ。その胸の内察するにあまりある。よってこたびは越前の一存により、この場にて憎き仇敵を打ち果たすことを許す。さあ初殿、すぐに支度をされよ。必要とあらば越前自ら助太刀を買って出ましょう。諏訪屋、その方この仇討ちの一切を見届けるべく、これ爪印を押すように。どうかご存分に。ならぬ。尋常に立ち会うのだ。お主の竹光で。打ちたい。夫のため弟のために打ちたい。で
ても私の心の中に住むもう一人の私が言うのです。浦沢様は決して偽りを口にするお方ではないと。初殿、あの時私におっしゃったことがまことなら、一之丞殿を討つわけがない。返り討ちにということなら、あの話は偽りということに、一之丞殿亡きあった私の心は知事に乱れておりました。何を話したのだ。この者はそなたに実は浦沢様は40年前、私の夫宮部一右衛門を切ってはいなかったのだと。浦沢源之助、まことか否か、その方の口から申してみよ。切っておりませぬ。それがし断じて宮部殿を手にかけてはおりませぬ。それが事実なら、一体誰が一之丞を切ったのか。諏訪屋左平、かつて浦沢が宮部一右衛門を切ったのも初殿への終身募ってのことと申したが、事実は違う。二人の仲を邪推し妬んでいたのは夫宮部一右衛門の方だったはず。もう昔のこととて多少の思い違いは。その方の偽りはこれにとどまらぬ。武士を捨てた後、諏訪屋の婿養子に入ったというが、実のところ大枚をはたいて店を買い取ったのであろう。さてその金子の出どころだが、つい先頃高島藩江戸屋敷から大層面白い話を聞いてまいった。高島藩ではかつて作事の御用金を何者かに使い込まれるという一件があった。その発覚を見る前、作事方滝田左平という男が突然藩を去った。しかもその直前、目付役として監査に当たっていた宮部一右衛門が切られているのだ。滝田左平は諏訪屋左平と名を変え、逃げるがごとくにこの江戸へ。では夫を切ったのは、いまだ敵を追い続けている私たちを誰もが愚かなことをと嘲笑う中、諏訪屋さん、あなただけは違うと一之丞殿は信じきっていたのですよ、あなたのことを。だがやがてその一之丞も真実を知る時が来る。信じてもらえぬのなら、その時はその時、覚悟はできていると。撃つのですか、あの方を。思うところがござる。一之丞が向かったのは諏訪屋のもと。兄殺しの真実を厳しく正されたその方は、もはや口を塞ぐよりないと一之丞の命を。まさか私が殺めたと？いかに取り繕おうともその方の残した証は消えぬ。証？一体どこにそんなものが？一
一之丞は己自身の刀で切られ殺された。今や刀を持たぬその方ならば一之丞の刀を持って切るよりない。バカバカしい。ただそれだけのことでなぜ手前だと？見よ、ここに残された指の跡。人の指の文様に一つとして同じものはない。すなわちこの爪印を見れば誰が触れたかわかるということだ。寸分たがわずピタリと同じ。これぞその方がこの刀を手にした動かぬ証拠だ。認めぬか？そはやその方の仕業に相違あるまい。一体何だったんだ。拙者と姉君の長く苦しんできた日々は信じてきたことが全て偽りだったとは君の諏訪屋左平、その方宮部一右衛門殺害の罪を浦沢源之助にかぶせ40年の長きにわたって世を欺き、なおかつその真実を知った宮部一之丞をも死に追いやりしこと、まことにもって許しがたし。よって必ずや極刑申しつけるものと覚悟いたせ。引き立てい。さて初殿、長き旅でござったな。夫を助け家を守り、子を生し慈しみ育て、当たり前の女の幸せさえ初殿にとっては遠き夢。全てを諦め、ただひたすらに人を憎まねばならなかった長き日々。その苦しみ辛さお察し申し上げる。さればこそその分もこれからは穏やかに過ごされたい。越前心から願っておりますぞ。私はこの40年間助け合い励まし合ってきた弟を一人死なせてしまいました。私の生涯もまた今尽きたと同じでございます。それでは弟御の死が無駄になる。初殿の身を思えばこそ弟御は一人で片をつけようとその思いを汲み、これからは両人ともに手を携えて生きていかれてはどうか。滅相もない。それがしは遠からず死にゆくみ、初殿にとっては迷惑至極な話でござる。その方が彫ったこの仏像、どことなく面差しが初殿に似ているような。この像を刻む一頭一頭が心を慰め、生きる希望をつないでいったのであろうな。
迷惑至極と思われるか。共に生きるを。では両名に申し渡す。すぐさま小石川養生所へ参られ、胸の病に良き薬処方するよう申し付けてある。ありがとうございます。かたじけのうござる。本日の知らす、これまでといたす。小さな体に宇宙の風を受けて眩しい光。どれだけの時が残されているのでしょうね、お二人に。もっと早くこの日が来ていれば。二人には必要だったのかもしれん。40年という長き年月が。お幸せになられますよね。きっとこれからお二人で温かく心穏やかな日々を。風吹く大地の土を踏んで焦がれる夢の中走ってお行き。なるさ。きっとそうなる。弾む心で風に向かって翼広げて。一日一日を大切に生きていこうな、香織。かけがえのない今このひとときに感謝して。明日を越えてゆけばいい。燃えるお父上、感謝感謝。さあ。